ワールドウォー2議訳にようこそ。ただの穴がどうやって兵士の命を救って戦いの流れを変えるほどの洗練された防御システムに進化するんでしょうか。今回はですね、以前取り上げたシンプルな個人用掩体フォックスホールから一歩進んで、木材や土のうを駆使して作られた強固な銃座、いわゆるピルボックスのその驚くほど科学的な構築の世界を深掘りしていきます。その知恵と工夫の物語ですね。土のうの意外な積み方から砲弾のエネルギーを無力化する多層構造の屋根、そしてそれを打ち破る攻撃側の秘策まで、防御と攻撃の終わらない進化を深く掘り下げていきます。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら高評価をお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。それではまず基本からですが、兵士が敵と遭遇した時にとっさに掘る穴、フォックスホールがありますよね。はい。これってあくまで緊急避難的なもので、文字通り弾を避けるためのものだと思うんです。でももしそこに少しの時間と木材や土のうみたいな資材が加わったら、この穴の存在意義ってどう変わっていくんでしょうか。そこがまさに単なる隠れ場所から戦闘拠点への最初の分岐点ですね。分岐点。役割が全くと言っていいほど変わります。目的は兵士に向かって飛んでくる致死的なエネルギーを持った弾とか砲弾の破片からどうやって身を守るか。単純な穴だとそのエネルギーから物理的に体を避けることしかできない。でも資材で強化された防御設備は避けるに加えて、そのエネルギー自体に耐えるという機能が加わるんです。避けるから耐えるへ。なるほど。それによってただ隠れる場所ではなくてですね、防御力を確保しつつ自分の武器の性能を最大限に引き出すための、いわば戦闘プラットフォームへと進化するわけです。戦闘プラットフォームですか。その進化の第一歩というのは具体的にどんな強化策から始まるんですか。最も基本的で、そして最も重要なのが土留め、リベットメントと呼ばれる技術です。土留め。はい。地面を掘ると土って何もしなければ自然な角度で崩れていきますよね。はいはい。これを安息角と言いますが、この角度のまま深く掘ろうとするとどんどんすり鉢状に広がってしまって、ものすごい量の土を掘り出さないといけなくなるんです。わかります。砂浜で穴を掘ってると周りの砂がどんどん崩れてくる、あの感じですよね。まさにそれです。そこで土留めを使って壁が崩れないように支えることで、より少ない労力でより深く垂直に近い壁を作ることができる。なるほど。防衛効率が劇的に向上しますし、設備の維持も楽になる。ある意味ここからが野戦築城という科学の始まりと言えるかもしれません。その土留めというのは具体的には何で作るんでしょうか。最前線で手軽に作れるものとしてはブラッシュウッドハードルというものがありますね。ブラッシュウッドハードル。杭を打ち込んで、その間にそこら辺に生えている木の枝とか小枝を編み込んでいく、庭の垣根みたいなイメージです。これだけでも土砂の崩壊はかなり食い止められます。一方でもっと高級的な機関銃陣地とかだと、丸太を池田状に組んで壁を作る候補もありました。ただ太くて頑丈な丸太は非常に貴重でして、後で話に出てくる屋根、つまり頭上を守るための円外に優先的に使われることが多かったようです。なるほど。資材も適材適所なんですね。そうなるとやっぱり主役は土のうになってきそうですね。何しろ戦場で最も潤沢にある資材は土そのものですから。おっしゃる通りです。その土を防御力を持つ壁に変えるための最高の道具が土のうです。ただこの土のう、ただ袋に詰めればいいってもんでもないんです。その詰め方から積み方まで驚くほど厳密なルールが存在するんですよ。詰め方ですか。普通に考えたら袋がはち切れそうなくらいパンパンに詰めた方が頑丈で強そうな気がしますけど、違いますか。それが面白いことに全くの逆なんです。推奨されているのは袋の4分の3程度までしか土を入れないこと。もしパンパンに詰めてしまうと袋が丸々とした形になりますよね。なりますね。それを積み上げるとボールを積み上げるみたいに点でしか接しなくなって、隙間だらけの不安定な壁になってしまうんです。なるほど。
少し余裕を持たせることで積み上げた時に自重で袋が潰れて平らになって互いに面でしっかり噛み合うわけですね。まさにレンガ積みのモルタルのような役割を袋自身の変形によって生み出すわけです。はあ、すごい。積み方もレンガ積みの技術が応用されていて、継ぎ目が上下で重ならないように互い違いに積んでいく。さらに袋の縫い目とか縛った口は敵の弾が直接当たらないように必ず内側に向けるとか、壁に少し傾斜をつけて安定性を増してシャベルの背で叩くって固める。こうした一つ一つの手順が砲弾の衝撃に耐える壁全体の結束力を生むんです。いやはや、ただの土の袋かと思いきや、ほとんど土木工学の領域ですね。まさに。でもそれだけ丁寧に作るとなるとものすごく時間がかかりそうです。敵がすぐそこまで迫っている状況でそんな悠長な作業をする余裕はあったんでしょうか。マニュアル通りに作れた陣地なんて実はほとんどなかったのでは？非常に良い指摘です。もちろん常に理想通りに作れたわけではありません。急を要する場面ではもっと簡素な積み方で済ませることもありました。しかし戦線が膠着し長期的な陣地を構築する際にはこうした丁寧な作業こそが命綱になったんです。はい。適当に積んだ壁は地下に砲弾が一発着弾しただけで衝撃波で崩れ去ってしまいますから、この丁寧さこそが壁全体の結束力と耐衝撃性を劇的に高める唯一の方法だったんです。わかりました。でももう一つ素朴な疑問が、当時の土のう袋って素材は麻ですよね。麻ですね。雨風にさらされたら数週間でボロボロに腐ってしまいそうですけど、せっかく作った壁が崩れてしまわないんでしょうか？その通り。麻袋の耐久性は大きな問題でした。なので通常の土のうはあくまで数週間程度しか持たない一時的な防御設備と割り切られていました。やはり。もし陣地をそれ以上維持する必要がある場合はコールタールなどで防腐処理を施した特別な土のうを使うか、あるいは詰める土の方にセメントなんかを混ぜ込んで袋が腐っても中身が固まって形状を保つといった工夫もされていました。即席のコンクリートブロックを作るような発想ですね。なるほど。ではそうやって丹念に作られた土のうの壁は一体どれくらいの厚みがあれば兵士の命を守れたんでしょうか？当時の標準的な小銃弾や機関銃の弾を確実に防ぐには最低でも3フィート、およそ1メートルの厚さが必要とされていました。1メートルですか？土のうのサイズから考えると最低3列は重ねて積む計算になりますね。それを兵士の胸の高さまで積み上げるとなると、とてつもない量の土のうと労力が必要になりますね。野戦共犯の計算ではわずか3メートル四方の壁を作るのに約320個の土のうが必要だとされています。320個。はい。土のう1個の重さがだいたい20から30キロですから、総重量は優に8トンを超えます。8トン。兵士たちにとっては本当に過酷な重労働です。うわ。しかしそれだけの厚みがあって初めて兵士は安心して反撃に集中できたわけです。厚さ1メートルの壁、確かに銃弾はまず貫通しそうにないですね。でもそうなると攻撃側は当然壁の上を狙ってきますよね。手榴弾の投げ込みとか山なりの軌道で飛んでくる迫撃砲とか、頭上が無防備なままでは結局は危険なことに変わりないのでは？まさにそこが次の進化のポイントです。そして単なる塹壕とより強固なビルボックスとを分ける決定的な違いになります。と言いますと？つまり頭上を覆う円外、屋根の存在です。屋根ですか？はい。この屋根があるかないかで兵士の生存率は劇的に変わりました。というと？ブーゲンビル島での戦闘データがそれを物語っています。屋根の有無で死傷率がどれだけ変わるかっていう調査ですね。死傷者を分析したところですね、ピルボックスのような援護された陣地、おそらくココヤシの丸太などで屋根を構築した掩体にいた兵士は全体の 29.3% でした。約3割ですね。一方で屋根のないオープンな塹壕に行った兵士の割合は、実に 70.7% にも上ったんです。70.7%、 それは衝撃的な数字ですね。死傷者10人のうち7人は屋根のない場所にいた。屋根があるだけで負傷する確率が半分以下になるんです。これはもう単なる安心感の問題ではなく、文字通り生死を分ける一枚だったと言えます。となると今度はいかに頑丈な屋根を作るかが次のテーマになりますね。でもただ分厚いコンクリートの塊を乗せればいいというものでもなさそうです。おっしゃる通り、それでは不十分なんです。
もし単一の分厚いコンクリート屋根に大型の砲弾が直撃すれば、その衝撃で内側が剥離してコンクリートの破片が高速で飛び散るスポーリングという現象が起きます。守るためのはずの屋根が内部の兵士を殺傷する凶器に変わってしまう。そうなんです。それを防ぐための知恵が、役割の違う複数の素材を組み合わせた多層構造の屋根です。多層構造。まず一番上が炸裂層。ここにはコンクリートや石など硬い素材を置きます。その名の通り、着弾した砲弾をまずここで炸裂させ、エネルギーを解放させることが目的です。なるほど。まず外で爆発させると。そのすぐ下にあるのが干渉層。ここには砂利や固く突き固めた土など衝撃を吸収しやすい素材を分厚く敷き詰めます。干渉層。クッションですね。そうです。炸裂層で発生した爆発の衝撃波や振動をこの層が巨大なクッションのように受け止めて下へ伝わるのを和らげるんです。そして一番下ですね。分散層です。ここには太い丸太や鉄骨を隙間なく並べます。この層の役割は上にある炸裂層と干渉層のすべての重量を支えること、そして干渉層を突き抜けてきた残りの衝撃エネルギーを構造全体に広く分散させて無力化することです。砲弾が持つ破壊的なエネルギーを内部空間に到達する前に外側で段階的に受け止め吸収し無力化する。これはもう土木作業というより物理学に基づいた科学ですね。まさにその通りです。これだけ聞くとなんだか無敵の要塞に思えてきます。まさしく。しかし攻撃側も黙ってはいません。防御側が作り上げたこの巧妙な理屈をそっくりそのまま逆に取る攻撃方法を編み出すんです。防御の理屈を逆に取る。どういうことでしょう？答えは砲弾の信管にあります。遅延信管を使うんです。遅延信管。着弾してからほんのわずかな時間爆発が遅れる信管ですね。コンマ数秒の世界ですよね。その一瞬の遅れがこれほど強固な防御に対して一体何を変えるというんですか？その一瞬が全てをひっくり返すんです。通常の着圧信管は砲弾が屋根の表面、つまり炸裂層に接触した瞬間に爆発します。これは防御側の思うツボで、エネルギーの大半は外側で消費される。ところがごく短い遅延時間を持つ信管だと、砲弾は着弾しても爆発せず、地震の運動エネルギーで炸裂層を貫通し、干渉層の土砂にめり込んでいく。そして防御構造のまさに心臓部に到達した瞬間、満を持して大爆発するんです。それはえげつない。防御側がエネルギーを吸収するために用意したクッションの層を攻撃側はただの通過点として利用してしまうわけですか？そういうことです。守る側のロジックがそのまま攻撃側に利用されてしまう。防御と攻撃の終わりのないシーソーゲームです。しかし皮肉なことに、これほど科学の息を集めた防御設備にももっと根本的でどうしようもない弱点が存在しました。まだ弱点が？それは攻撃のためにどうしても必要になる銃眼、つまり銃を突き出すための開口部です。そこですか。確かにどんなに分厚い壁を作ってもそこだけは穴が開いているわけですもんね。先ほどのブーゲンビル島のデータでも、掩体の近くで砲弾が炸裂した際にその破片が銃眼から飛び込んできて中の兵士が死傷するケースが多数報告されています。安全のために壁を厚くすればするほど外を視認し攻撃するための唯一の開口部が最も危険な場所になってしまうというジレンマですね。安全と戦闘能力がトレードオフの関係にあると。何か対策はあったんですか？銃眼を可能な限り小さくするというのが基本ですが、面白い工夫としては銃眼や出入り口にチキンワイヤー、つまり養鶏に使うような金網を張るという対策がありました。金網ですか？はい。これは敵兵が闇にまみれて投げ込んでくる手榴弾を跳ね返すためのものです。非常に原始的に聞こえますが、この単純な工夫が実際に多くの命を救ったという記録も残っているんです。単なる穴掘りから始まった防御設備がですね、土のうの積み方一つ、多層構造の屋根へと進化し、最後は銃座の形状一つにいかに科学的かつ戦術的な思考が詰め込まれて洗練された構造物へと進化していったのか、本当によくわかりました。まさに戦場という極限状況における応用科学の結晶ですね。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。また次回、あなたの知的好奇心の扉を開けに来ます。